こんにちは。今回は中長編みと鎖編みの模様編みを紹介します。この模様は表も裏も同じ模様になります。編み図で説明します。この模様は鎖編み2目で1つの模様ができます。今回は15目の作り目で編み始めます。一つ奇数になるのはこの最初の作り目が必要ですから、15目の作り目で編み始めます。1段目は鎖編み2目を編んで、次は中長編み2目に一度を編みます。未完成な中長編みを次の鎖編みの裏山に編み、次の鎖編みの裏山にも未完成な中長編みを編んで、この2目を一度に引き抜く中長編み2目に一度を編みます。次に鎖編み1目を編んでから、また次の鎖編みに中長編み2目に一度を編み、次に鎖編みを1目編む。この編み方を繰り返します。そして最後のところだけは中長編みを1目ずつ編み入れて1段目を終わります。2段目は同じように鎖編み2目を編んで、次の中長編み2目に一度を編み入れるのは1段目の次の中長編みの頭です。鎖編み2目を編んだ次の隣の中長編みの頭に未完成な中長編みを1目編み、次の鎖編み1目のスペースに未完成な中長編みを1目編んで、これを2目に一度にの中長編みを編みます。次に鎖編みを編んで、また次も前段の中長編み2目に一度編み入れた頭のこの位置に未完成な中長編みを1目編み、次の鎖編み1目のスペースに未完成な中長編みを編んで、中長編み2目に一度を作ります。そして次も鎖編みを1目入れます。これを繰り返して2段目の最後も中長編みを2回編みます。最後の中長編みは1段目の鎖編み2目に中長編みを編みます。そして3段目と4段目はこの2段目と同じ編み方の繰り返しです。鎖編み2目から編み始めて、中長編み2目、鎖編みと編みます。では1段目を編み始めます。作り目の鎖編みを15目編みました。1段目はここから鎖編み2目を編んで、今鎖編み2目、この台のその次の裏山を拾って未完成な中長編みを編みます。鎖編みの1、2、3、4個目の裏山に未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出して、ここまでが未完成な中長編みです。糸は針にかけたまま次の未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸の長さを揃えます。次に針に糸をかけて、この針にかかっているすべての糸を一度に引き抜いて、中長編み2目に一度の編み方です。次は鎖編み1目を編んで、また次の鎖編みの裏山に未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、未完成な中長編みが1目できました。
次も針に糸をかけて、次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、未完成な中長編みが2目できました。これを一度に引き抜いて、中長編み2目に一度ができました。次は鎖編み1目を編んで、同じように中長編み2目に一度を鎖編みの裏山に編み入れていきます。一度に引き抜いて、次は鎖編みです。次も鎖編みの裏山に未完成な中長編みを2回編んで、これを一度に引き抜いて、次は鎖編みです。同じように次の目と次の目にも未完成な中長編みを編み、これを一度に引き抜いて、中長編み2目に一度ができました。これを引き抜いた後、鎖編みを1回入れてから、次も中長編み2目に一度を作ります。一度に引き抜いて、次は鎖編みです。そして1段目の最後の鎖編み2目には、普通の中長編みを1目、次も中長編みを1目編みます。針に糸をかけて、鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、針にかかっている3本の糸を一度に引き抜いて、中長編みを編みました。次も針に糸をかけて鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、これを一度に引き抜いて、これで中長編みが2個編めました。これが1段目の模様です。2段目の鎖編み2目を編んで編み地を裏返し、次の未完成な中長編みはこのすぐ根元のこの位置です。前段の中長編みの頭のこの位置に未完成な中長編みを1目編み、次は鎖編み1目のこのスペースに未完成な中長編みを1目編み、これを一度に引き抜いて、次は鎖編み1目です。次の未完成な中長編みは前段の未完成な中長編み2目を一度にまとめたこの目です。ここに未完成な中長編みを1目編み、次は鎖編み1目のスペースに未完成な中長編みを1目編み、これを一度に引き抜いて、次は鎖編みです。これを繰り返します。すぐまとめたところに未完成な中長編みを1回、鎖編みのスペースに未完成な中長編みを1回編んで一度に引き抜きます。次は鎖編み1目を編んで、ここに未完成な中長編みを1回、鎖編みのところに未完成な中長編みを1回、これを一度に引き抜いて鎖編み1目です。次も同じように未完成な中長編みを2回編んで一度に引き抜き、鎖編みを1目、次も未完成な中長編みを2回編んで鎖編みを1目編みます。そして2段目の最後は中長編みを2回編みます。前段の中長編み2目に一度をまとめたこの目に中長編みを1目、ここです。ここに中長編みを1目編み、
次はこの目ですぐ隣のこの目に中長編みを1目編んで、これで2段目ができました。次は3段目です。3段目も鎖編み2目を編んだ編み地を裏返し、3段目は2段目と同じ編み方です。ここからすぐ下のこの目に未完成な中長編みを編み、次は鎖編み1目のスペースに未完成な中長編みを編み、これを一度に引き抜いて鎖編みを1目、次もここと鎖編みのスペースに未完成な中長編みを編んで一度に引き抜き鎖編みを1目、これを繰り返します。そして3段目の最後も2段目の最後と同じように中長編み2目を編み入れます。今3段目をここ編んでます。3段目の最後も2段目と同じように2目に一度をまとめた頭に中長編みを編み、2段目の鎖編み2目のこのスペースに中長編みを編みます。次も未完成な中長編みを2回編んで鎖編み1目、次も未完成な中長編みを編んで鎖編みを1目、そしてここが未完成な中長編みを最後に2目編んで鎖編みを1目編みます。次は中長編みを隣の目に1目編み入れ、次も中長編みをここです。この目に1目編み入れて3段目が終わります。この編み方の繰り返しです。2段目以降は2段目と3段目同じ編み方でずっと鎖編み2目から編み始める編み方です。同じ編み方の繰り返しですから大きなものも編みやすいと思います。とても面白い編み地になりますが、編み方は同じ編み方の繰り返しです。中長編み2目に一度を編み入れる模様編みを紹介しました。